いやー、この世のすべてにムカつきますね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、どうですか皆さんね、ゴールデンウィークなどというものをね、楽しんでいますか？ゴールデンウィーク今まで楽しんだことは一度もありませんね。世界など滅びればいいんです。ということでね、今日はそう野球ですね。野球、大谷翔平がねチャンスに弱いというね、まあ今日もね大チャンスでね余裕のアウトでしたけれどもね、全く先般でしたけれども、あれですね、私メジャーリーグを視聴すること20年以上ね、高校生までは野球をやってましたからね、ちゃんと通算打率3割3分3厘、大谷翔平よりもバッティングセンスに優れている自信がありますね。今日のノーアウト2、3塁でも私が打席に入ればね、セーフティーバントで余裕でね、足も速いですから、盗塁王でもありますからね、余裕で1点入りましたね。そうなんです。大谷翔平はね、そうプロ12年ね、サヨナラホームランを1本も打ってないんですね。そう松井よりもメジャーリーグでホームランを打っている男がメジャーリーグでサヨナラホームラン1本も打ってないんですね。1本もね。そう私は大谷翔平に関しては投げ谷派なんでね、ピッチャーが本職だと思ってますんでね、バッターとしてのセンスはあんまりないです、正直なところね。そうなんですね。皆さん得点圏打率が今 1割7分6厘とかね、チャンスに弱いとか言ってますけれどもね、そんなのね、エンゼルス時代からずっと見てれば分かりきったことでね、いやそれ以外の年の今年以外は得点圏打率3割5分とか8分とかあるとかね言いますけどね、そうじゃないんですよね。サヨナラの場面においてエンゼルス時代から11打席連続して凡退しているとかね、サヨナラの場面での OPS がね300しかないね、1.1 を超えるか超えないかぐらいの、そう、まあ、OPS の言い方がね微妙ですけれども、それだけのバッターがね全く打てないわけですよ、サヨナラの場面ね。そうエンゼルス時代から見ているね、ポンコツエンゼルスねから見ている人たちはね分かってると思いますけどね、どうでもいい得点圏打率は結構高いと思います、確かにね。ただ試合を決める8回9回ビハインド1点2点ね、ここでねホームランまたはねちゃんと打点を上げれば同点またはサヨナラっていう場面全く打てないですからね、全くもうね。そして最初の話に戻りますけど、サヨナラホームランは打ててないね。青木や筒香でもメジャーリーグでサヨナラホームラン打ってます。ちなみにね、ライバル視されているアーロン・ジャッジ、ヤンキースのね、確かね62本打った年ありましたね、ア・リーグ最高ホームランね。あの年ねジャッジはサヨナラホームランだけで3本打ってるんですよね。そういうもんですよ。ホームランバッターっていうのは状況とかあんまり関係ないですね。どんな状況でも別にね普通に量産体制に入ればね1本2本打つんですね。そういうものなんですよ。そして去年ね本塁打王になりましたけど、サヨナラホームラン1本ありましたか？ないんですね。プロ12年で
僕は日本時代は見てませんけど、サヨナラヒットが1本あると。で、メジャーに来てからサヨナラヒットは何本あるか、1本しか打ってないんですね。そう。ひどい。とにかくね、ここぞというチャンス。ね、勝負が決まる決まらない、ここで凡退すればチームが負ける。ね、後の打順から見てもみたいなね。まあ打たないですよね。満塁ホームランようやく2本になりましたけど、それまで打ったことがなかったと。一昨年ぐらいに1本打ったんですかね、満塁ホームランね。で去年も1本打って、それまで打ててなかったんですよ。ね、そんなホームランバッターはいませんということでね。投げ谷派ですから、私はね。投げるセンスはとてもありますよ、大谷はね。だから大谷翔平に期待してもしょうがないんですけど、私ね、野球を少しかじっていた身としてはね、やっぱりアドバイスが必要じゃないのか。批判するばっかりじゃダメですよね。そう、アドバイスとしてはね、本当にガチのマジの真剣に言いますけれどもね、松井とか清原とかね、そう非常にプレッシャーのかかる球団で本当に満塁じゃないや、サヨナラヒットもサヨナラホームランもね、ここぞという時に量産してきた、まあ落合でもいいですけれどもね、もう聞きに行けと。もう電話でもいいですよ、メールでもいいですよ、聞きに行きなさいね。大谷翔平、これを絶対見てください、この動画。大谷翔平はね、そういうなんて言うんでしょうね、本当に乗るか反るかね、サヨナラの場面ね、9回裏でも何でもいいですよ。8回9回延長の場面、なんであんなに打てないのか。やっぱりメンタルなのか技術なのかね、そこら辺を偉大な先輩方、清原なんてね、日本記録を持ってますからね。サヨナラホームランのあいつ10本以上打ってるはずですよね。タイトルは取ってないけどね、そういうバッターこそ大切なんですよ、ね。ドジャースはポストシーズンになるとね、途端に弱くなるっていうことで有名ですからね。もうドジャースが大谷翔平を取ったのはね、投打にポストシーズンで活躍してほしいからなんですよね。このままじゃいけませんね。このままじゃもう勝負に弱いというイメージがついてしまってね、ダメですよね。往年の A ロットみたいなね、アレックス・ロドリゲスみたいなこうね、ポストシーズンに入ると打たなくなる1割台、まあアーロン・ジャッジもそうですけどね、それじゃダメなんですよ。チャンスで打たないと何の意味もないですね。そうね、なんでしょう、イチローですら2本ぐらい打ってんじゃないですか、メジャーでサヨナラホームランね。松井もそうですけど、そうなんですよ。一度聞きに行けばいいんですよ。なんで聞きに行った方がいいのかっていうのはね、あれなんですよ。ね、特別なアドバイスがもらえるとかそういうことじゃないんですよ。聞きに行くことによってですよ。これから重要な話をしますけど、聞きに行くことによってね、特別なアドバイスがもらえなくっても、例えばね、つまんないことを言われるかもしれないじゃないですか。いや、平常心でバッターボックスに入るだけだよとかね。いや、高級質だよと。ね。もうストライク、甘い球とかストライクのコースばっかだけを狙ってね。もう臭い球はカットとかじゃなくてもう見送るとかね。そういうつまんないこと、あとメンタルでね。松井とかならね、不動心が大切ですとかね。平常心がとか言いそうですけど、いいんです。そういうつまんないことでね、ボール球に手を出すなとかね。そう、あえて単打を狙っているとかね、あえてホームランを狙っているとかいいんです。そういうつまんないどうでもいいアドバイスを複数のね、チャンスに強かった打者に聞きに行くんですよ。で、何がいいのかっていうと、つまんないことを言われて大谷とかね、僕とかはね、思うわけですよ。つまんないこと言ってんなって。っていうことはね、
自分と大差はないのだなと。バッターボックスで入ってる心境、メンタルだとか狙いであるとかね、決め打ちでも何でもいいですけれどもね、大した差はないんだな。大した差はないんだな。バッターとしての心境の変化みたいなものは特にないのだなと分かればいいんですよ。そうすればもっとリラックスしてね。そう、諸先輩方も別にチャンスに強かったのは別になんてことないことなんだな。自分と対して差はないのだなって分かるだけでもね、すごくプラスじゃないですか。ね。そこなんですよ。だから聞きに行けっつうんですよね。そう。大した差は。で、意外とね、秘訣を教えてくれるかもしれないじゃないですか。自分はこういうね、乗るか反るかみたいな大勝負の非常に重要な場面においては、実はこういう入り方をしていたよとかね。実は追い込まれたらこういう打ち方をしていたし、ね。ツーストライクまではこういう心境で打ちに行ってたよとかね。いやもう完全にストレート狙いだったよとかね。意外なことが聞けるかもしれない。そう。とにかくね、アドバイスをもらった方がいいんですよ。そう。ね。まあ、独りよがりも甚だしい。まあ私のね、見解からいくとね、なんて言うんでしょうね。なんかこう、意識しすぎですね。そう。バッティング、ね、大谷よりもバッティングセンスがある、ね、高校通算3割3分3厘の、ね、ネガティブマンから言わせてもらうと、意識しすぎなんですね。チャンスに入った時にね。いつも通りでいいんですよ。いつも通りこう甘い球が来たら振る。ね。ストライクゾーンに来たら振る。ぐらいでいいんですよ。別にね、ストレート待ちならそれでもいいしね。そう。普通でいいのにね、多分私がこの6年間、7年間大谷を見た感想としては、なんかね、得点圏というよりも重要な場面、サヨナラの場面、なんかね、力が入ってるっていうよりもなんかこう意識しすぎですね。特別な場面で何とかしなきゃいけないっていう意識がね、ありすぎです。そう。もうね、三振してもいいから、とにかくこう、見送り三振でもいいから、もう臭い球っていうよりも、いつも通り、ね、いつも通りのこう、ストライクゾーンに入ってくる球を強振するでいいんだと思います。ところがそうじゃないですね。クソボールに手を出すんですね。クソボールに手は出すし、難しいボールには手を出すし。そう。しかもなんだか知らないけど、力みというのかなんていうのか、なんか急に力を入れすぎるんですね。あれ意識してるんだと思います。無駄に意識してるんだと思います。だからそこら辺もね、偉大な先輩方にこうね、喜んで先輩たちはもう喜んでもね、教えてくれますよ。大体、大谷翔平はね、1年目打撃がうまくいかない春のキャンプでグダグダだった時ね、イチローのもとにわざわざ出向いて、ね、バッティング教えてもらったんでしょ。それぐらい、ね、それぐらい今忙しいからそんなことはできませんけれどもね、電話でもメールでも聞きゃいいんですよ。ね、それが唯一のね、大谷翔平がね、こう、得点圏で力まずに、意識せずに、ね、アットバット、打席でね、自分のスイングができる秘訣だと思います。ということをね、あまりにもチャンスに弱すぎるんでね。そう。私の言ってるチャンスっていうのはね、別にね、5回、6回とか1回、2回とかそういうことじゃないんですよ。得点圏打率ですらないんですね。そう。本当に重要な場面。これもうエンゼルス時代から見てるファンはね、分かりきってると思いますけど、まあ、サヨナラの場面とか、もうここで打たなきゃ同点にならないみたいなね、8回、9回、10回、11回、全く打たないですからね。私の見解、このままね、諸先輩方にアドバイスを受けずにね、そう、ね、いろんな批判も受け入れずに、
自分を変えようとせずにね、わがままいっぱいにね、今まで通りのことをしていると、引退するまで39歳ぐらいの契約がドジャースで終わるまでね、サヨナラホームランはね、一本も打てませんよ。そもそもメジャーリーグに来て、これだけ活躍してみたいなね。まあ最初の3年ぐらいは活躍してませんでしたけど、どう考えてもサヨナラヒットは1本っていうのはね、おかしいんですよ。だって打順から見たってね、アットバットの打席数から見たってね、めちゃめちゃあるわけですよ。めちゃめちゃあるってことはどういうことかっていうと、8回、9回、10回、11回ね、本当に重要な場面での打席が多い、それだけ多いってことですからね。そこでサヨナラヒット1本しか打ってないんですよ。ね、サヨナラ犠牲フライでもいいですよ。本当はね。サヨナラ犠牲フライでもいい。そう。サヨナラセカンドゴロでも本当はいいんですよ。サヨナラヒット1本しか打ってないんですよ。ね。だから信者の人たちがね、本当に最近見始めたみたいな、ここ3年ぐらいしか見てませんっていう人はちょっとね、ちょっとね、こう擁護しすぎ、甘やかしすぎですからね、もっと強く、ドジャースファンはもう甘くないと思いますから、もうポストシーズンでグダグダでね、まあ今年いっぱいもそうですけれど、打てないと本当に怒り始めると思うんでね、それが良いプレッシャーになればいいなと思います。そう、変えなきゃいけないんですよね。そう。で、一番いいのはやっぱり先ほども言ったね、そういう記録を持ってたりとか、すごいプレッシャーの中でね、しっかりと結果を出してきた勝負強い打者に、ね、いっぱい日本にいるんですから、ね、日本が嫌だったらばね、メジャーにも強い、ね、クラッチなヒッターはいっぱいいるんですから、ね、聞きに聞きまくればいいんですよ。そして自分と大差がないなっていうところで安心すればいいんですよ。そしたらばね、平常心で打てるようになると思いますよ。ね。ということで、ね、大谷は今のところ勝負弱いし、このままではサヨナラホームランを打てずに引退するであろうということをね、予言しておきながら、私もファンですからね、ちゃんとアドバイスも送っておきましたのでね、皆さん、この動画が大谷に届くようにね、拡散していただきたい。そんなことはありませんね。では、明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。